NHK プロジェクトです。よろしくお願いいたします。NHK では今回3つのマップを作成しました。1つ目は、1人でも多くの人に避難を促せるようなマップです。2つ目は、NHK の災害報道で伝えられていない地域を把握するマップ。そして3つ目は、Twitter などでですね、災害情報がどういうふうな形で交わされていたのかということを見るツイートマップです。ではそれぞれ3つ紹介していきたいと思います。NHK で開発中のスカイマップというシステムと前輪混雑統計データの組み合わせにより、1人でも多くの方に逃げてもらえるマップ作成を目指しました。マップの作成を目指しました。震災後のこれは震災後の宮城県の気仙沼元吉町のヘリ空撮映像です。町の中心部には津屋川が流れ、 JR 気仙沼線の陸前小泉駅などが画面右手にあり、津波により甚大な被害が出た地域の一つです。我々は今までこのような空撮の映像をそのままお伝えすることしかできませんでした。この映像に対してまずスカイマップを利用することで、地名や避難所などの情報をリアルタイムに表示することが可能となり、分かりにくかった位置関係を一目で確認することができます。今回得た3月11日14時台の混雑統計データを重ねると、地震発生時に陸前小泉駅付近には多くの人が集中していました。さらに自治体の津波ハザードマップを重ねると、人が集中している地域に対して津波が来る可能性が高いことが分かり、避難呼びかけに役立ちます。加えて大津波警報で10メートル超というような情報が入れば、15メートルの等高線で切り出したデータを重ね、ハザードマップより広い範囲に津波が来る可能性を示すこともできます。東日本大震災の浸水域を重ねると、15メートルの等高線データに近い領域まで津波が来ていたことが分かりました。当時この地域では実際に10メートル以上の津波の予測が発表されました。リアルタイムに変化する情報を逃げてない人たちに届けることができれば、より多くの人を救うことができないでしょうか。またスカイマップが実写映像で伝えることにより、情報がなく異なる地域であっても避難につながる可能性が高いと考えています。このような映像を視聴者に届ける際には、かえって情報が分かりにくくなる可能性もあります。そのため多くのことについて今後も改善を行っていきます。はい、続きまして2つ目のマップであります、NHK におけるマスメディアカバレージマップの取り組みについて紹介させていただきます。で NHK ではこのプロジェクトに対して、報道の空白地域を特定する、これ一つの目標としてやってきました。で我々が何をしたかといいますと、 NHK 原稿の詳細な分析を行いました。具体的には地名の使われ方、放送原稿に出てくる地名ですね、この使われ方を分類するという処理を行っています。で実際に分類なんですけども、まず処理としては各文に対してどういうことを伝えているかということを、分類します。でこの分類した結果に応じてニュースをセグメンテーション、意味のあるまとまりにまとめるということを行います。そして右側にありますような、そこで何が言われているか、どういうシーンか、メタデータと呼ばれる、こういった情報を付加します。これを自動で行います。でこうすることによりまして、例えば上の方で出てきている岩手県、これは津波情報について喋っている。で下の方で出てくる岩手県は現地から中継している。こういったことを、特定する、地名を分類する、使われ方を分類することができます。でこの分類結果を用いまして、でこちらの図が、津波や、地震の観測情報ですとか、繰り返しの情報を除外したものでして、で右側にある表は、今回の地震で被害が甚大だった地域なんですけども、この赤く記されたところが左側に、表示されています。報道、取材情報の空白地域がここであるということが、このカバレージマップによって明らかになります。でこちらは、現地からの中継、ロボカメ、空撮、そういった映像によってその地名を紹介した地域になります。赤いところが、現地から中継したところです。で青や黄色ですねがロボカメや空撮の映像なんですけども、
これによりまして、まだこれでも十分カバーされてないことが分かりまして、取材の空白地や映像の空白地といった実態が、こういった、カバレージマップによりまして分かるようになってくると。で、実際去年、報道の方では結構混乱していた情報をこういったもので整理することができるということが期待できます。で、今後こういったツイッターの情報など他のビッグデータも合わせることによりまして情報空白地解消システムを構築していきたいと考えています。ところで、震災時に多くの人が発したツイートはどうだったのでしょうか。我々も自分たちの目でそれらの声に触れる必要性を感じました。ツイートの全貌を見ていくときに、まず最初にやったことは拡散希望と銘打たれたものの調査でした。似た文章をまとめ上げるクラスタリングと呼ばれる作業をする中で、震災からの3日間で伝達されていくものを分類し集計しました。ここに流れている表は 1% サンプリングしたものです。地震に関連したツイートに限定すると、初日には被害やサバイバル法に関するものが大多数でしたが、2、3日目からは安否確認、支援、祈りや応援メッセージが増えていきました。次に、情報伝達の方向という軸で分類項目を見直すことにしました。例えば、被害に関連するツイートでは、実際に被害が生じたものと、これからの被害に備えるためのものとは異なります。メディアとしては、情報についてのものが最も気になるところで、ツイッターを利用する人々が欲していた情報は何だったのか、メディアに取り上げてほしい情報は何だったのかなど、そこでのニーズを探るべく分類項目を見直しました。すべての作業を人手で行うことは到底できません。また、例えば実態を伴う被害と被害予想を区別するのは、地震や火災をキーワードとした検索では難しい問題の一例です。分類項目を立ててから整理し、再分類を行うまで、その時々において自然言語処理技術を用いました。ルールに基づく分類から出発し、人手のチェックを受けた事例から学習していく技術を取り入れることで、拡散希望に限ることなく広範囲な情報の中から放送局として欲しいものを自動的に抽出できるようになりました。こちらが被災時から72時間後までのツイートの時間推移です。時間とともにツイートされている内容が変わっていくことがわかると思います。ジオ情報がついているものをマップに表示したものがこちらになります。写真がついているものを表示させることもできます。我々としては災害時の状況把握や取材に役立てることのできる可視化技術も目指しています。こちらのデモでは地図上にツイートされた場所と写真とその再分類が表示されています。最後まとめなんですけれども、NHK はこれ今プロジェクトで行っているもので、実際にですねこれから社内に提案をしていきたいと思っています。実用化に向けて。それから NHK がこのデータをですねいじらせていただいてですね、社会全体に対してやはり働きかけをしていかなければいけないというふうに強く思いました。一つはですね、今回データを提供してない方への働きかけで、ありがとうございます。書いてありますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。この放送を中心にすると、やっぱりこれ時間とかその枠っていうのは限界があるから、その空白化を、解消しようということには限界ありますよね。でそうすると、その補完関係、例えばこういう今日話されているようなソーシャルメディアと、それからそういう放送との、連携や補完関係、これいろんな方が指摘されている。この件に関してはどういうふうに思いますか？つまりアウトバウンドのアウトリーチするメディアとしての放送と、それからこういったツイッターなんかの関係、その今収集するデータのお話今伺ったんで。収集するデータっていうのはツイッターからデータを集めるっていう、それで役に立ってる、これは伺ったわけです。要するにアウトリーチするときに、放送のメディアと、それからツイッターやソーシャルメディアと、これアウトリーチの仕方が違います。空白地域なんかには有効な方法もあるかもしれない。こういうことに関しては NHK はそのプロジェクトの中で何か行うことがありますか？そうですね、プロジェクトの中で直接、言ってるわけではないんですけども、個人的に考えていることとしては NHK としてもハイブリッドキャストといった通信を使った、放送も考えておりますし、あとは、インターネットのメディアはそれ特有の固有な情報が提供できると考えておりまして、そのあたりはもう本当今後詰めていかなければならない課題だと重々に感じております。スカイマップいいと思いますが、停電で実際には見られなかったし、あと情報を行政に早くと求められるのは各マスメディアさん注意